こんにちは。4G ハンマーソロ攻略のパート4始めていきます。前回のラストで完成した飛行船、今回早速シナト村に旅立ちますよ。前回の船旅はゴマに邪魔されちゃったしな。ゆっくり空の旅を楽しんでいこうぜ。このムービーも非常によくできています。飛行船だけあって眺めは最高。途中、狩猟中のパーティーに出くわすことも、世界に息づく生命を感じます。そんなこんなでシナト村に無事到着なんだけど、ちょっと不穏を感じるぞ。団長のアイテムは不吉の象徴らしい。早く手放した方が良くないか。没収まではされませんでしたが、不吉ですね。また、クエストも不穏の幕開けとかいう、不安を煽るような名前のものが追加されます。これ、一応ギルドが名付けてんだよな。悪質すぎるだろ。質の低い陰謀論ポストみたいですね。ギルドさん自重してください。ということで恐竜かババコンガ君に遭遇。幕開けっていうか不穏そのものだよ。久々の天空山クエストだ。ババコンガは恐竜化の肉質変話だね。恐竜症食らう以外はあんまり変わりませんね。この子はサクッと超えてしまいたいところ。あまりにも普通で語ることがない。マジで普通のクエスト。あくまで恐竜化の顔見せですからね。そこは割り切りましょう。6分経たずに割と余裕のクリア。武器も強化してるし、今更敵じゃないね。それよか一般モンスの恐竜化自体が問題だ。村長に報告しに行こう。報告の前にオイフ音が流れます。ゴアマガラの貴重な脱皮シーン。ここ、ぼかされてはいますが、割とはっきりシャガルだとわかりますね。しかしこの個体どうなってんだろ。討伐して剥ぎ取りまでしたのにね。何はともあれババコンガの異変を報告。我らの段が来てから長老も大変だな。不吉を呼ぶアイテムに続いて凶暴化ですからね。我々が元凶とみなされないだけ良かったです。で、ここでストーリーが進行。オウガ、レウス、ゲネルが追加になりますよ。いいね、いよいよメインどころが揃ってきた。武器更新の匂いがするぜ。まずはオウガからやっていくよ。こいつになら遅れは取らんだろ。極限じゃなければ素直ないい子ですからね。楽しんでいきましょう。はい、戦闘スタートです。ムービーからつながる演出はここが一番好きです。BGM のかっこよさがめちゃくちゃ効いてるよね。こいつシリーズのレギュラー枠でいいだろ。じゃあ肉質チェックといきますか。と言っても斬撃とほぼ変わらんけど。背中がやや硬いのが気になりますが、頭と足が一緒なのはいいですね。ただ、立ち回りとしては結構シビアだと思います。振り向きを狙うの難しいですね。チャークや体験だとおやつなんだけどね。ハンマーだとかなり練習が必要そうだわ。なんか思うように攻撃できない。打点の問題かな。ハンマーは高所を狙う攻撃がとっさに出しづらいです。オウガの頭と微妙に噛み合わないのかも。ホームランもすくい上げる形だしな。かといって足狙いは渋いし。っていうか、極限だとどうすんだろこいつ。ハンマーの相性やばくね。すべて調べたら動画全然出てきませんね。つまりそういうことなんでしょう。ハンマーの不遇さは煮詰まるほど出てくる予定。楽しみなような怖いような。ラーの肉質とかは有名だけどね。大丈夫かこの企画。さあ、帯電状態でスタンを重ねました。これはいいタイミングですね。ただし、残念ながら帯電のメリットはさほどなく、頭と背中で同じ肉質です。氷がついてるわけでもないしな。ただ殴るのが難しくなっただけか。ずっとついて回る5とか10の肉質さ。何意識の調整なんだ。やっぱスタン考慮なんでしょうね。とりあえず瀕死なんで倒しちゃいましょう。最後危なかったけど、無事にオフがクリア。もうさすがに防御力がきついです。時間も7分近くかかってしまいましたね。もどかしい相手でしたな。さて、オフガ素材はハンマーにとって重要です。しっかり集めましょうね。集めてきた。ここで武器更新といこう。武器は大椎雷だ。クラスターハンマーから強化するよ。生産もできますが、そちらは激鱗が必要。強化の方が圧倒的に楽ですね。属性付きで攻撃力728は下位最強クラス。と言っても属性値はかなり低いですが。切れ味の短さも気がかりだね。強いのは間違いないけど。じゃあ、これを持ってレウス戦に行こう。こいつの素材も重要だからな。天空山レウスはパート1以来です。ようやく釣り合うところまで来ましたね。初期位置は激ヤバエリアである8番。漏れなくハンマーとの相性も終わっています。伊達さんの間にずり落ちていくからね。クソすぎてネタにできないレベルのクソ。運が悪いとずっと傾きに巻き込まれたりもする。余裕があれば即肥やし玉したいところだ。ジャンプ攻撃が生命線でしょうかね。ハンマーのものは強いので、これで落としましょう。先行の考えなしに投げてはいけないエリアだ。傾き度合いによってまともに殴れないからね。こいつのせいで天空山の評価下がってるまである。オーガだと全然嫌な気しないからね。定地は両マップ多いですもんね。エリア8崩れてなくなってくれないでしょうか。
翼の弾かれも厄介。とことんハンマーに厳しいですね。そしてエリアの傾きが襲いかかる。もう嫌だこのゲーム。何と戦ってるかわかりませんね。この要素即答しなくてよかったです。天空山はダブルクロスにはないんだよね。英断。少しまともなエリアに来たよ。エリア8は傾きまくって大変だった。ここ、何を思ったか翼破壊を狙っています。浴槽はハンマーにいりませんが。これ防具の素材と勘違いしてるね。貴重なスタンなのにもったいない。あ、そうそう、今更肉質の話だけど、レウスの頭はザンバで違いはないよ。というか、頭って65しか通らないんですね。昔のイメージでもっと柔らかいと思ってました。まあ、その分行動面が強くなってるからね。単純な生命力はむしろ上がってるのでは。あ、弱ったね。なんだかんだ5針で収まったか。エリア8ではどうなるかと思いましたが、なんとかなりましたね。と安心したのもつかの間、なんと休眠後のエリア8で再び下りました。なんなら最初の戦闘より下ってる。あまりのクソ地形ぶりに乾いた笑いが出ますよ。結局、討伐タイムは12分以上かかった。引きずってからどんだけ経ってんだよ。まさかここまでエリア8がやばいとは、ちょっと舐めてたかも。しゃがんだままずり落ちていく様をご覧ください。誰がやりたいでしょうかこんなゲーム。そんな姿を嘲笑うかのように飛び回るモンスター。全く最高のクエストだぜ。さあ、気を取り直して、ちょっと寄り道して防具を一新しよう。一新といっても全特化はしませんが、もうちょいスキルと防御力を強化したいですね。すでに素材は集めてるので制作していきます。目指すは攻撃アップ中と砥石高速の組み合わせ。バトル系はナブラス素材で解放。意外と追加タイミングは遅いぞ。よし、一式はとりあえずできた。あとは装飾品入れれば完成だ。他、武器もちょいちょい強化したりしていますが、それはまた別途お披露目します。とりあえず天空山の様子を長老に報告。そういえば追加の恐竜化は見つからなかったな。しかしうちの受付長が興奮しているようです。これもある意味恐竜化か。ここで追加されるのはなんと恐竜化ティガ。またぐっと難易度上がりますね。ティガってオーガリウスと同格だもんね。そいつがいきなり恐竜化だぜ。ちなみに団長は一時離脱をしています。恐竜化の調査に出かけてますよ。ほいじゃ、遺跡変幻でティガ戦スタート。エリア9開始はかなり珍しいな。一応ツタエリアが狙えるところですね。ここのツタ落ちやすいので戦いづらいですけど。肉質では打撃が不利です。頭は狙いやすいですがやや固め。振り向き後に突進来たら大抵アウトだ。スタンプは相当うまく当てないといけないね。スタヒルミも無理に狙うのは予想。普通に戦ってスタンを取りたい。いつ恐竜化するかわかりませんが、できるだけそれまでに削りたいですね。振り向きに縦3を当てていく。半分お祈りなのは内緒だ。振り向き突進とかいうすきつぶし攻撃。あれやられるとどうしようもありません。あのモーションってサードからだっけ？ 3 系列も結構怪しい調整多いんだよな。ハンター側が据え置きでモンスだけ強化されてた印象。車庫入れを生み出したシリーズですからね。ハンマーくん、とにかく移動速度が中途半端で距離を空けられる行動に弱いです。追いかけてる間にため段階上がっちゃったりね。とにかく融通が効かない武器って印象。今はスタンと体力の低さでごまかせてるけど、G 級が不安で仕方ないよ。じっくり装備を強化していくしかないですね。最後まで頑張りましょう。あ、恐竜化に移行しました。まだ5分も経ってませんけど。まだ交流石ないからな。ただ単に強くなるだけだね。幸い、ティガは恐竜化時も肉質変化がない。速度ランダム以外は変わらないね。適当な突進に巻き込まれないように注意ですね。ハンマーだと置き攻めの餌食になりそうですから。言うても戦闘は安定しています。事故がない限り大丈夫でしょう。確かに事故はないんだが、いかんせん火力不足で時間かかるな。武器種自体のパワーもそうなんだけど、ハンマーって生産武器の性能妙に低いんだよね。回は特にそれを感じますね。倍率自体はそれなりにありますが。例えばウーガ武器は雷80しかありません。いくらなんでも低すぎませんかね。オウの武器、双剣ですら雷140あるからね。それより手数多いって扱いかよ。まともな属性値は上位後半から突き出す。それまでは我慢だな。こりゃあ防御系の装備後回しですかね。とにかく火力を補強した方が良さそう。結局、討伐タイムは10分超えてしまいました。ちょっと寂しいですねこれは。スキルも別に妥協してるわけではないんだがね。これ以上は立ち回りを鍛えるしかないかな。ティガ素材はハンマー的な恩恵はあまりないが、一応収集しておこう。さあ、ここで不穏マックスなムービーが入ります。いよいよ村会ストーリーも最終局面。恐竜化とスイオスとウーガが登場。もう手遅れな感じがしますが。
地味に小型モンスの恐竜化が見られるね。ゲーム内では登場しない要素だ。長老もこれには大パニック。こいつ肝心なとこで役に立たなそうだな。団長と一緒に筆頭リーダーがやってきますね。正式にギルドの案件になったということ。ゴマちゃんの脱皮とシャガルについてここで判明。やや急展開ですが、まあいいでしょう。我々がここに来てからめちゃめちゃ色々起こるよな。村人も大変だぜ。しかし、我々がやることは明確でシンプル。脅威があるならぶっ殺せばいい。これが真理です。少なくとも地雷と共存なんてできませんからね。今回の任務は失敗したら品と村がなくなります。どんどん使命が重くなりますね。住人もよくホイホイ一任できるもんだよ。それ以外にやることないだろうけどさ。で、シャガルに行く前にちょいと装備更新。前を辞してレッドビートを作成だ。パート1から解放してた非属性ハンマーですね。属性値150と低いですが、まだマシな部類。さあ、それでは村会ラスボスと行きましょう。ゴマと違って神々しい感じです。こいつを見ると毎度クリーチャーを思い出す。サイレントヒル初代にいたガノボス。羽を広げた構図が似てるだけな気もしますが、色合いとかは確かに一緒ですね。さあ、胸コタ置いといて肉質チェック。この子もしっかり打撃不利ですよ。頭に加えて首も硬いんかいこいつ。こりゃ大変な狩猟になりそうだな。まずは簡単な挨拶。ノリから決めていくぜ。これ、怒りに取っといた方がいい気もしましたが、勢いで乗ってしまいましたね。ハンマーなら2回は自然に乗れるでしょうし、とりあえず頭を攻撃していきましょう。私はすでに上位に目を向けている。こんなところで苦戦するわけにはいかんぞ。なんかシャガルは反応に困るな。相性いいのか悪いのかわからん。頭を狙う機会はそれなりにあると思いますが、頭だけ狙うと難しいですね。ダメージ自体はしっかり出ているような感触があります。15分くらいは覚悟してましたが。こいつに限らんが、スタン耐性上がってから本番、おつらないことを意識しよう。ここ、岩の族と意外と狭いマップですからね。よくブレスではめられます。怒り値は純粋に攻撃範囲がきつい。避けるだけならまだ追いつくが。回避のたびにためが解除される。こりゃ G 級以降は競争薬がデコかもな。チャークですら競争欲しい場面ありましたもんね。ハンマーだとかなり価値が高そうです。自分のプレイ見返してると攻めすぎだな。もっと慎重に扱ってあげないとダメだね。その後、11分半ほどで無事クリア。なんとか村会を乗り切ったぞ。とりあえず区切りがつきましたね。よかったよかった。シャガル素材は使わなさそうですかね。武器も特別強いわけじゃないし。竜属性ハンマーってやたら充実してるからね。わざわざこの系統を作る必要はないかな。竜はミラ系統がかなり強力ですよね。TA でもよく使われてるのを見ます。シャガルを倒した後は一旦エンディング。スタッフロールって流れるんでしたっけ？やべ、ムービー見てなかったのバレる。多分下画面で流れてんじゃね。この映像もかなり気合が入っていて好きだね。ちゃんと全ての村回ってるのが確認できる。やはり作中ではかなり時間が経ってるようですね。動画では4パートで終わりましたけど。竜神商人が競りみたいのしてるのが面白いです。実は一点物もあるんでしょうか。どっちかというと数を集めるところだもんね。世界観を感じられていいわ。最後はバルバレで団長のアイテムを託される。まんま純白の竜輪だったんだな。ハンターが持ってるのが一番でしょうね。ありがたく受け取っておきましょう。さて、岩礁に浸る間もなく、次の拠点の話が出ます。いよいよ次回からドンドルマですね。前を辞して上位に突入だね。装備作りが楽しくなってくるぞ。村といえど上位クエだから、全く油断はできない。しっかり準備して挑みたいところだね。ついていけるかやや不安ですが、やるしかないですね。ほいじゃ、次の動画で。またね。